去年ルーアンで買ってほったらかしだった小さな棚をようやく壁に取り付けました。この棚の色に合いそうなものたちを並べてみたけど、どうでしょう、似合っているかな。そして床に並べたのはヴィンテージの箱が2つ、フランスのル・ボンコアンというサイトで見つけました。2つでたったの15ユーロ。飲みの市のお店でディスプレイ用に使われているのをよく見かけます。以前から欲しかったのですが、ようやく希望のサイズとお値段のものが見つかりました。少し収納が増えたので、また次のお買い物が楽しみです。ボネケ本舗。この日、私と夫はパリ北駅から電車で約1時間のリラダンへ向かいます。リラダンの森に囲まれた美しい町、そこで開催されている飲みの市をお散歩を兼ねて訪ねてみることに。電車でたった1時間で行ける1日日帰りお散歩旅行というわけ。そろそろ12時、ランチの時間。夫はすでに家で早めのランチを済ませてきました。一方、私はこれ。胃の具合が良くない私はセロリとキャベツのポタージュスープ、そしてナッツ入りのパン。外の景色を眺めながらののんびりランチタイム。リラダンに到着。穏やかなこの流れはオワーズ川。道沿いのシャトー・コンティ。城と名前がついているけど、元ブルジョワの邸宅。何年も放置された後、2005年にようやく改修されたもの。パリと違ってゴミ一つ落ちてない道。ここがその飲みの市です。広場の中と周りを囲むようにスタンドが続いていました。とりあえず道に沿って左へ進みます。あ、綺麗。絵画に関しては私は夫に太刀打ち不可能。これはトーキングプレートかな。いろいろあったけど特に欲しいものはなし。この白い戸棚はビュッフェパリジャン。一時期私はこれを探していたけど、もう別な食器棚を買って今ではそれにとても満足しています。シンプルで使いやすそうな足つきの、これはアシエットモンテと呼んでいいのかな。ここにもトーキングプレート。色合いは美しいけどやっぱりモチーフが。そしてここで本日のワンちゃん。でも飲みの市というよりなんだか街のお祭りみたい。アンティークがほとんど見当たりません。そしてついにアンティークのお店がほとんどないこの状況に夫の不機嫌がマックスに。帰るぞとどこかにスタスタ歩き出しちゃいました。するとなんとたまたま夫が歩いていったところがアンティークのスタンドが並ぶエリアでした。旦那も歩けば棒に当たる。その最初のスタンドでこれを見つけました。牡蠣などの貝類のお皿。私が去年から探していたのは白のだったけど、パニエ模様のこれも素敵ですよね。散々夫はつまんないこの感じだと文句言ってましたけど、買えましたはい、もうちょっと見ていきます。傷みすぎと傷みすぎね。綺麗な鍋好き。
そしてこのラビエ、これは確かジアンだったかな。20ユーロ、私の予算を超えていたので断念。バルボティンヌのこれはジャルダニエールかな。なんて素敵。美しいシルバー製品が宝石のように並んでいます。珍しく夫が手に取って見ていたトーキングプレート、何か興味のあるお話でも書かれていたんでしょうね。夫の興味といえば版画と絵画。でもこれはフォトグラフィー？Ce n'est pas gravure? あ。そしてこのスタンド。かわいい、ほら。それかわいい。6ユーロだって。全部まとめて18ユーロ。これ全部18ユーロ。すごいね。すごいすごい。はい、この大皿も。どこのかわからない。けど綺麗。あら、かわいい。7ユーロですって。かわいいかも。これ皆さんどこかで見覚えがあるかもしれません。その答えは後ほど。これは全部で56。これは全部で56。かわいいのにちょっと56。あ、またスプーンあった。私たち買った方が可愛いね。アヒル口の水差し。でもちょっとひびがありました。残念。ステンシルのお花の柄が愛らしすぎる放浪のキャニスター。赤と白とグリーンがなんて愛らしい。この蓋の色が合ってないポット。編集をしていて思い出しましたが、このお店アミアンでも見かけました。その時にあのポットを取ろうと思いましたが、蓋の色が合ってないので取るのをやめたもの。でもその後から蓋なしの方が植物を入れたりするのにちょうど良かったと思いついて買わなかったことを後悔したそのポット。赤い一滅模様がキュートなポットユステンシル。色が素敵な放浪のポット。アミアンでもあったのかな。こんなモダンなスタイルのバルボティンヌの水差し。こんなのもありました。でもかわいい。なんかかわいいのたくさんありました。ここ電話。そしてこれテールドフェアムーランデルと書かれた水差し。これ24ユーロ。きれい。これ悪くないね。これとこれを買います。ちょっと蓋が残念なんだけど可愛いので買ってきます。このポットはもともとフィルターがついていたカフェチエールだったのかもしれませんね。OK？ 買ってきます。35。なんか結構いろいろ美味しいと思ったのあったんですけど、でも私この店どっかで最近見たお店、実はさっきのポット、ブルーのポット、あれ見ました。私蓋だけ違うのが残念だなと思って、どこかで見ました。どこかよかったよかったです。何もないかと思ってたから今回の飲みの市はここで終了。駅へ向かって歩きます。その途中のオワズ川に架かる橋のそばにあったテラスのあるカフェ。電車の時間になるまでコーヒータイム。そして今度は来た時と別の橋を渡って駅へ向かいます。飲みの市だけでなく初めての街を見て歩くのも楽しいですよね。ポネケ本舗。この日はあまりにいい天気。家にいるのがもったいなくなり、開催している飲みの市を見つけて急遽飲みの市散策へとやってきました。
ここはモンパルナス駅からすぐの道。でも家を出たのが遅かったので、時すでに午後3時過ぎ。また夫が古本のスタンドから動かなくなりました。こうなってしまうと、夫は自分の気が済むまでそこを動きません。なので夫をその場に残し、私は一人で先に進むことに。初夏の日差しの木漏れ日の下、何もかもが美しく輝いています。ロザリーヌのガラスのボール。ロザリーヌのワイングラスが買えたら、いつかきっとこれも。ガラス製の花瓶。私のクリスタルグラスの花瓶が割れてしまったので、新しい花瓶を探しています。このガラスのクロッシュ、お値段を聞こうと思ったけど、お店の人が忙しそう。後からまた来ようと一旦離れ、後で来たらもうお帰りになってしまっていて買えませんでした。ここはいつも木のベンチをたくさん売っているあのお店。低い椅子だけでなく、テーブルに合わせてもぴったりな高い椅子もありますね。特にこの流木で作られたみたいなベンチは本当に素敵。これは真鍮かな？真鍮のフレームの写真立てもいつか欲しいものの一つ。ソーダサイフォンのブルーは光の下でより一層綺麗ですね。絶対に見たくなる、地面に直置きされたいろいろなものが入っている箱。これは前回の自習で見かけたあのブリロと同じシリーズ。どこのメーカーのなんでしょうね。ずらりと並んでいるのはどれもが美しい陶器製の小箱たち。なんだかユニークで美しい。これは陶器製のバスケットかな？天使がいましたよ。ここでようやく夫と近くのカフェで合流。夫は特に欲しいものは見つけられなかったようです。でもこんなすがすがしい初夏のような日にお散歩とカフェができるなんて、やっぱり出かけてきてよかった。ここからは夫と2人でまた飲みの市に戻ります。そこですぐに見つけたのがこれ。これ買っていこうかなと思ってます20ユーロだったんだけど18で15はダメだってことで、でもこれね、テーブルの上に置くのにちょうどいいかなと思います。私僕ここには可愛いクマさんが勢ぞろい。先ほど一人で散策をしている時にあるものを見つけていました。それをもう一度見るために夫と再度やってきました。De quoi, la poupée? Oui. Oh non, mais non, ça va pas là. Pourquoi tu vas acheter ça? Ça n'a aucun sens, on va pas acheter ça, écoute. Ah non. Sinon ça, c'est joli, non? Yes, une petite crèche. Ça c'est joli, oui. Mais ça doit être cher, je sais pas. Ouais, je vais te Bah demande-lui. Bonjour monsieur. Elle est à combien la poupée? Elle est à 80 €. Et ça? Elle est à 200. 200? Oh, ok. 200. Ça a plus moins cher. Ah ouais, non mais attends. 綺麗じゃないでも。C'est du bois, c'est quoi? Je sais pas. Ah!
Ah, seulement. Ah bah voilà, tu vois. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, mais c'est joli. C'est joli, mais c'est pas ta taille. Hein. 14 ans. Ah, Un seul. dommage. OK。dommage。この日は5月1日、誰でもスズランを売ることができる日。愛する人に小さなスズランの花束を贈る日なんです。はい、ありがとう。もちろん私が買ってとお願いしたんですけどね。ボネケ本舗。この日、私と夫がやってきたのはメトロラ・モトピケ・グルネルの駅の高架下で開催されている飲みの市。高架下なら雨が降っても大丈夫ですね。ここはメトロの6番、8番、10番が利用できてとっても便利。夫は早速何かを購入。C'est quoi? Ça, c'est une pléiade de Racine. Racine. Voilà. Merci, Merci. madame. Racine, c'est un auteur de théâtre français. Ah, ok, pourquoi tu l'as acheté? Bah, c'est une pléiade, c'est une belle édition, et puis il y a il y a ses principales tragédies. Ok. Voilà. はーい。今度は夫が大好きな版画。今回は夫にとっては楽しい飲みの市になりそうですね。フラゴナールの缶抜き。Tu prends ça? Ouais, c'est pas mal. C'est une sorte de lithographie. Je sais pas qui c'est, Colette Roichy. クープ型のシャンパングラスがありますね。なんてエレガント。版画は後で引き取りに来ることにして先に進みます。眠そうなピエロが座っているのは小さなトラバイユーズ。そしてこれがありました。アスパラ用のバルボチンヌのお皿。でも4枚のうちの2枚にひびが。これ見つけました。で4枚で20ユーロ、実はすごい安いんですけど2枚にひびが結構入ってて、でもこれ1枚15ユーロだっていうものなんでいいですよね。最近ずっと欲しかったバルボチンヌのアスパラ用のお皿、ようやく手に入れることができました。2枚は全然使えなさそうだけど4枚で20だからいいですねおや、これはと私が覗き込んでいるのは、私が最近ようやく買うことができたもの。これ好きなんです、私。薬品にComment ça s'appelle en français? Je sais pas. Ah. Un pot. やっぱり夫は知らなかった。次に夫が見つけたのは絵画。夫は版画を結構買っているけど、絵画はなかなか気に入ったものが見つけられないようです。ここには他にもいい絵がありましたが、夫の予算と合わず購入は断念。残念。この飲みの市の目の前にあったカフェでちょっとコーヒータイム。このレトロな雰囲気が逆におしゃれなカフェ。Et c'est quoi? Ça, c'est une gravure d'après un tableau de Fragonard qui s'appelle Le Verrou. Ah, c'est très Une gravure de Blot. Blot, c'est quoi? Voilà. Ah, nom du C'est le nom du graveur. Bon, la gravure est pas géniale, mais bon, elle est pas mal. Oh, ouais. C'est Fragonard. Voilà. Donc on l'a acheté, combien? 5 €. Pas mal. Et ça, c'est une lithographie intéressante, donc d'une artiste Colette Roche des années 70-80. Ça ressemble un peu à Goya. Et c'est intéressant parce que c'est la télévision, elle a représenté... Ah, c'est le titre de... Le titre, c'est la télévision, elle a représenté des spectateurs de télévision. C'est intéressant le côté Goya appliqué Ah, ok. au public de télévision.
次はここから歩いてあるパティスリーへ。ここから徒歩約10分のところに以前から行ってみたかったあるパティスリーがあります。エッフェル塔を左手に見ながらアベニュー・ドゥ・ラ・モトピケを進みます。それがここ。11区にも1店舗あるけど、この7区のは初めて。こちらの店舗はカフェも併設されています。11区のお店では売り切れてしまっていて、食べることができなかったのがこれ、メープルシロップタルト。ありました。4人分の大きなものもありますね。買ったのはそのメープルシロップタルトと私の大好きなブリオッシュフォイテ。美味しそう。で、このタルトがずっと食べたかったタルトです。今日はやっと食べれます。わ、本当は一人でガブッと食べたいんだけど、夫がいるので半分にします。ほら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 、こんなです。いただきます。このタルトの中身と生クリーム一緒に合わせて食べると本当に美味しい。Ah oui, c'est bon. うん。Très très bon. Alors? Ah oui, c'est bon. Hein? C'est bon, hein? Très bon. 今ちょっと顔をお見せできないのは残念なんですが、うんとうなずきまくってました。Très très bon. 本当に美味しい。食いしん坊の夫の至福のひとときでした。残り半分のブリオッシュは持ち帰り。次は購入品のご紹介です。リラダンの飲みの市で最初に買ったのがこの牡蠣用のお皿。本当は真っ白いのを探していたけど、このグリーンと白のコンビネーションに一目惚れ。なかなかいい色ですよね。どこのメーカーのものかは分かりませんが、今年の冬これは大活躍してくれそうです。買えてよかった。次がこの水差し。このブルーと白の絵柄も大好きですが、なんといってもこのアヒル口。アヒル口の白いピッチャーは何個か集まってきたけど、絵柄付きのアヒル口のピッチャーはこれが初めて。もともとは洗面器と一緒にセットで売られていたもの。洗面器が壊れてしまったということで、ちょっとお安くしていただきました。そしてこのポット、動画の中でも話をしていますが、アミヤンで見かけて買わなかったことを後悔してたもの。蓋がない方が実はいろいろと使い勝手がいいんですよね。この市松模様のブルーと白、いくつ持っていてもまた見かけると買ってしまいます。この後のテーブルコーディネートでこれを実際に使っているところをご覧いただきますね。そして次の飲みの市で買ったのがこの花瓶。このメーカーはどうやらドイツのフィルステンベルグ。発音が違っていたらごめんなさい。これはそんなに古いものではなさそうです。潔い白の無地と口が広がったこの形、そしてこの大きさがどんなテーブルにも合いそうだなと思って買ってきました。これもこの後のテーブルコーディネートで実際に使っている様子をご覧いただきますね。そして次の飲みの市で見つけたのがこのバルボティンヌのアスパラ用のお皿。これはずっと欲しくて探していたので、今回購入できてとっても嬉しいです。4枚で20ユーロでしたが、そのうちの2枚には大きめのひびや掛けなどがあるので実際には使用できませんが、他の2枚には特に問題はありません。このお皿、飲みの市では20ユーロぐらいで売られているのを見たことがあるので、2枚で20ユーロだったらいいかなと思って買ってきました。このお皿もこの後のテーブルコーディネートで実際に使っている様子をご覧になってくださいね。ボネケ本舗。
で今回はインスタグラムで私と同じ YouTuber のオリエル・パリさんからインスタグラムを通して水曜日のテーブルというお題でバトンを回していただきました。それで私のイメージする水曜日のテーブルというのを今旬のアスパラガスを中心にして整えてみました。私の中の水曜日は多分漢字の水だと思うんですが、なんとなく雨のイメージなんですね。そしてその水のイメージから私はやっぱり緑がたくさん感じられるテーブルにしたいなと思って、植木とそしてこの木の枝とお花と鳥のテーブルクロスとお花とこんな感じの自然が感じられるようなテーブルにしてみました。まだ週末には日があるし、まだそんなに体の疲れも溜まっていない。でも外はしとしと雨が降っていて、お家でのんびりゆっくり簡単な夕食を済まそうかなというのが私のイメージです。ですので今の旬の盛りのこのアスパラガスをメインにちょっと簡単に茹でるだけ、それと出すだけのチーズとパンと、でビールやシャンペンでまったり簡単に済む夕飯のイメージです。そしてここに美味しいハムでもあれば夕飯が済んでしまうかなって感じですね。で食器もアスパラの食器を使いました。楽しいですね。こういうテーマを決めてテーブルセッティングをするのは。気に入っていただけましたでしょうか。次の動画も楽しみになさっててくださいね。